石畳に格子戸の宿場。峠を越えてゆく旅の道。実りの代わりに秋の気配。ここは古の道、中山道。妻籠から馬込へ江戸の面影を訪ねる旅。おはようございます。私は今日長野県の渚町にやってきました。今日はこの私の後ろに見えている妻籠宿を少し観光して馬込宿までトレッキングしたいと思います。でそれで馬込宿で一泊してまたその先へ行きたいと思っています。でまずここに車を止めました。なので明日はバスに乗ってここまで帰ってくる予定です。だいたい今日は3時間ぐらい歩く予定なので、ゆっくり観光を楽しみながら歩きたいと思います。はい、それではまず、妻籠宿に行きましょう。江戸時代から旅人を迎えてきた中山道42番目の宿場町で、1976年に全国で初めて重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。電線を地中に埋め、看板も景観に配慮するなど、住民の方々が一丸となって江戸時代の街並みを守り続けています。妻籠宿はさ、なんかこの家との家とのさ、なんだろう、真ん中の道路結構狭いよね。ああ、確かにそう。長井宿って結構広かったじゃん。あでも妻籠はなんか狭いね。やっぱシックな建物が多くてさ、絵になるよね。うん。江戸時代っぽい雰囲気。ああ、確かにそうだね。これでさ、あの山を越えて馬込まで行くんだって。結構あるね。馬込から妻籠は下りなんだけど、妻籠から馬込は上りなんだって。頑張ります。はい。道中のさ、お土産買ってくる。はい。
Se no li facciamo 食べるの楽しみだね。 Se dice sempre un おせんべいも美味しそうなものがあったので買いました。じゃあこれでいよいよあの山を越えて馬込に行きますか。よし、頑張ろう。すごい。でね、当時のね、参勤交代制度での、旅籠という名がつくのはこれ一軒しか残ってない。そうなんですか。今もお泊まりいただくよ。250年。こんなに奥広いんですね。奥も前もあるし、2階もあるし。で、ここは蛍光灯がダメなもんで、裸電球。なんでダメなんですか。このイメージに蛍光灯なんか。確かに。あ、それでも裸電球が今 LED しかない。なあ、裸電球。ちょっと色違うのかな。困ってる。でもいいです。やります。その後塾を抜けて山の中に入りました。いよいよ中山道の道が始まるって感じだね。中山道は山の中だよ。羊だよ。え？羊はすべて山の中だ。あ、そっか。中山道は江戸と京都をつないでいる道ですね。江戸と京都を結ぶ道って中山道だけじゃなくて他にもあるんだよね。その中で有名なのが東海道、東海道53地の道も有名なんだよね。だけどそっちの道ってね、川があって川を渡らないといけなかったんだって、中に入って。でも中山道はさ、山の中じゃん。だから天候とかさ、ほとんど関係ないじゃん。あ、そうなんだ。川渡るときさ、大雨だったら渡るの危ないじゃん。中山道はそこまででもないじゃん。だから中山道って人気の道だったんだって。大名行列でもよく中山道を使われてたんだってさ。そうなんですよ。警備もしやすいんだってさ、中山道は。はい。ということで行きましょう。さあ、お腹減らない？そうだね。ちょっと空いてきたかも。始まったばかりだけど、ちょっとお腹が空いてしまうし。進んでないよ、まだ。食べちゃうか、ここに蕎麦屋がありそうだね。ここでサクッと食べますか、じゃあ。食べてパワーをつけて峠越えしよう。はい。
しっかりめのそば美味しい。おそばどうですか？あのそばさ、めっちゃ俺好きなんだけど、あなんか腰がめっちゃ、あ、腰強かっあったよねた。太かった腰あった。初めて食べたああいう感じのやつ、俺結構好きよ、ああいうの。なんか手作り感あっていいね。うん。美味しかったです。ではこれでついに今度こそ本当に馬込に行きましょう。はい。妻籠宿と馬込宿の間に位置し、江戸時代には木材の出荷を取り締まる番所を含む7軒の家からなる集落として栄えた場所です。旅人が疲れを癒した出羽茶屋の跡地で現在も無料の休憩所として開放されています。
野沢菜の塩気が効いててすっごい美味しい。定番だよね、やっぱ野沢菜。生地もねふっくらしてる。食べ応えある生地だな。やっぱ妻籠宿から登るとさ、結構坂道が多いね、上り坂が。妻籠宿の標高430なんだって。うん。でね、馬込宿の標高は600なんだって。600なん ?600 ちょうど600ちょうど。ねえ、結構あるね。意外と大変。馬込から妻籠に行った方が下り坂になって登りやすいかもね。まあ、こっちはこっちでね、登りがいがあるしいいですけどね。はいはい、休憩したのでパワー回復しました。何回復ポーズ。これで馬込峠を登りきりましょう。790メートルがそうです、最高地点はね。今710ぐらいだから80ぐらい、80メートル登ります。最後の一頑張りだ。楽勝だと思われてるけどね。そんなにでもないかもね、やっぱ。登山でしょ。登山 YouTuber じゃないの？それもあるし、道もさ、歩きやすいんだよね。整備されてるからさ、すっごい歩きやすい。涼しいしね。それもあるわ。真夏だったら無理だったかもしれない。秋だからいい。では行きましょう。馬込峠に到着しましたよ。峠越えしましたね。やったー、峠越えしましたー。790メートルです。で、ここはね、長野県と岐阜県の県境でもあるんだよ。あ、ここ？そう。あ、そうなんだ。峠でね、変わります。最後の登りきつかったね。でもこれで馬込宿に行きましょう。よし。皆さん見えたね。大きいね。雄大ですな。雄大。なんか近いね。
うん。皆さんにこんなに近いのここならではだね。でね、馬込塾も見えるんだよ。ようん。予約来たね。うやく来たよ意外と長かったな。ー。長かった。てかもうゆっくり歩いたし、いろいろね、撮りたいもの多くて時間かかっちゃったね。で、その奥にはさ、中津川の町の方も見えるよ。あ、あれね。ねえ。町だ。本当に山の中のを通ってきたね。うん。中山道は山の中にある。有名な島崎藤村の夜明け前の一文ですね。はい。島崎藤村ってね、馬込塾の本陣が実家なんだよ。え？嘘？そうだよ。お父さんが本陣の17代目かな。あ、そうなんだ。中山道43番目の宿場町です。江戸時代の面影を残す石畳の坂道沿いにお土産屋や飲食店が軒を連ね、島崎藤村の作品夜明け前の舞台となった歴史を今に伝えています。馬込宿通りのほぼ中央に位置する歴史の面影を残す伝統的な和風旅館です。いただきます。すごいおかずの種類いっぱいだね。そうだね。今日本当に疲れたからさ、もう全部美味しそう。天ぷらいただこうかな。エビでかくない？でか。でね、抹茶塩でいただくんだって。あ、珍しいね。ちょっと色ついたもんね。抹茶塩。サク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 じゃないですか。こんなにまっすぐ綺麗にさなってるエビすごいね。技術があるんだ。お鍋だよ。涼しくなってきたからいいですね。あーうまい。出汁が効いてる鍋だ。お肉も入ってて、肉団子。やっぱいいね。中山道の中にある宿はいいね。うん。だね。なんか昔の雰囲気を感じられるね。宿場町のね、夜も朝もね。トレッキング終わってそのまま行けるじゃん。もうお風呂に入れて、ああ、うん。ご飯もそのまま食べれて。確かに。私もそれ言おうと思ったよ、今。本当に。俺なんか早かったと思う。まあね、一心前進した。本当にいいよね。疲れてさ、この後ホテル行きますってなったら結構大変じゃん。到着してすぐホテルだからいいね。お風呂もめっちゃ良かったね。めっちゃよかった。めっちゃ綺麗だった。
本当に疲れ一瞬で取れたもん。寝そうだったわ。お風呂のさ、良さ、改めて実感した。やっぱシャワーだけじゃダメだなって感じたわ。いやー、ね、もう最高だよ。明日も楽しみだね。はい。夜の馬込宿も雰囲気ありますね。いいですね。静かだよ。うん、静か。あんなにさ、この道に人いたのにさ、全くいなくなったね。うん。やっぱこの明かりがいいですね。いいですね。暖かい光が綺麗です。奥にさ、恵那山と街が見えるのも良くない？うん。今までなかったね。坂なんだよね、多分。あ、そう。馬込って坂なんだよね。これがいいよね、また。いい。奈良井宿と須磨子はそんな坂って感じじゃなかったよね。坂じゃなかった。坂の宿場町だよ。ね、坂に作ったね。明日も楽しみですね。明日は続きがあるのか。落合宿初めてこの先に行けるよ。歩くの楽しみです。はい。戻りますか。おやすみなさーい。1558年に建立された臨済宗の古刹で、島崎家のお墓があるお寺です。島崎藤村の夜明け前では満福寺の名で登場しています。めっちゃ景色いい。すごい。ありましたか。島崎藤村のお墓ありました。すごいでかいね。似てるのか。春樹さんっていうの。おはようございます。いただきます。目玉焼きがハートだよ。かわいいね。日本っぽい朝食で嬉しい。いただきます。よし。サバかな。美味しそう。
れで散策しようかと思ったんですけど、朝パラパラだった雨が大雨になってしまいました。結構大粒だよね。すごい雨です。で本当ならこの先の落合宿まで歩いてバスで妻籠まで戻ろうと思ってたんですけど、ね、なかなかの雨なので今日はこのまま馬込をちょっと見て帰ろうと思います。でも雨の感じもいいよね。いいね。石畳に入る。そう濡れた石畳とかが綺麗で、雨で楽しみたいと思います。それでは行きましょう。はい。このね馬込宿はね一回火事にあったんだって。あ、最近？明治の頃に。ああ。それで一部しか残らなくてまた新しく建てたりしたんだって。あ、やっぱ確かにちょっと綺麗だもんね。まだ。そう綺麗。それでも明治からの建物だからすごいよね。確かに。美味しそうじゃない？前も食べたよね。前も食べてめっちゃ美味しかったよね。そうまた買っちゃった。こんなにたっぷり栗が入ってる、ふわふわで熱々です、いただきます。すごい。あ、栗が出てきた。本当。秋はいいね、美味しいものだらけでさ。そうだね。栗はホクホクだ。栗きんとんって何だろう。栗きんとん知らないんですか？栗きんとん聞いたことあるけど実際何かが。なんかおせちに入ってる栗きんとんもあるけどさ、うちの中部地方の栗きんとんは栗を炊いて砂糖と混ぜて茶吹きで絞って作ったものなんだって。お正月の栗きんとんはさつまいもとかね入ってるみたい。ああ、そう。これは栗なんだってさ。出来たて出てったね。そう、今日出来たてだって。すごい滑らかな口当たり。もう見た目で滑らかそうだもん。すごい丁寧な作りが伝わるわ。栗のつぶつぶ感とかあんまりない。本当に滑らか。そっちは。これ丸ごとなのかな。丸ごとの栗と周りにこの栗きんとんの生地があるんだってさ。贅沢な一品じゃない？美味しい。栗があるから栗の風味がこっちの方が感じるね。美味しい。どれも美味しいよ。いいですね。秋ですね。秋ですね。秋。美味しい。なんか栗だからヘルシーな気がする。